こう切り出したのを見てて、それで途中で止めに入ったぐらいだからね、はい、ちょっとこうアルコールが入ってきちゃうと、じゃあ酒癖があまり良くなったっていうことなんですね。良くない、酒癖が良くないっていうのはその女に対して良くないし、それからそういうなんていうかな、喧嘩をするわけじゃないんだけども、一つ一つの行動が常識からこうずれていっちゃうのかな。ただそれでもすごい女性にはモテたわけですよね。モテたっていうことは、常に俺がそばにいて先生が言うにはね、顔は狂気みたいに怖い顔してるけども、実際にはすごい話すると温厚で、そう博識に富んでて、話し方も上手っていうことで、それでね、それでモテるけども、現実にそれ以上の先はモテないんだよね本人はさ、俺がそばにいてそういうお酒を飲みながらも、頭の回転がいいから女の子を笑わしたりなんかして、そういうモテ方はしてるけども、今度はそれ以上の、モテるっていうのは難しいんだろうけど、本人はそれでも満足してるのかな、当時は。またちょっと大山先生の話に戻りますけども、最初入られた時に大山先生と組み手をするとものすごく突きを早く感じて、で茶帯になった時にはそれほど早く感じなくなって、黒帯になった時にはもう自分の方が早いと感じた、ですけれども組み手をすると、大山先生の攻撃が当たってしまうというふうに言われてたんですけど、それは何でなんでしょうかね。やっぱり大山先生のは10枚も100枚も技としての、なんていうかな、そのエピソードをして先生がおっしゃってたのは、こう届かないなっていう前にいたと思ったら、いつの間にか当たってるっていうふうに、その周りをこう前に入ってきてる、いつの間にか前に入ってきてる。であとその前に出した左手がすごく大きく見えて、体が隠れて見えなくなるみたいな。それはもう現実に目の当たりにしてる。であとその大山先生ついていって大山先生にパンと払われると、体ごと崩されるし、受けたところがすごく手がしびれてしまった。痛いね、本当に瞬間的に。それはあれですか、50流もパンとこう叩くような感じなんですか、払うとかではなく。いやーね、50流はもっと優しいね。この構えた範囲が狭い範囲でこう受けるから、それほど僕自身は50が破壊力があるということは当時ちょっと認識してなくて、それで安田先輩のその仕事感のこの動きとの体重を乗せたこの突き受け、それがなんか破壊力がすごいっていうのが自分で感じて、それで安田先輩の技を受けるっていうのかな、指導を受けるっていう、そういうことがあったね。あと先生はよくいびきの重要性っていうものをおっしゃってますけれども、大山先生もいびきっていうのはかなり使われるんですか？大きいね。先生は我々の敬語の中では、陽のいびきと豪のいびきと柔のいびきがあるっていうふうにおっしゃってましたけれども、大山先生も両方使われてたんですか？いや、これは大山先生が自分で言ったわけじゃないけど、こう見ててカッってやるいびきとってやる小さないびきは何回も見てるね。でもそれをどうしてそういう小さいのかっていうのは我々には説明がない。だけど私自身が自分で組手を30人40人ってやっていく間に、やっぱり自分でその呼吸が乱れてくると生徒に気が使われないように、対戦相手のね、生徒に気が使われないように、小さないびき、それが自分としてはいいのいびきかなと、自分なりに。それは大山先生から説明を受けたこともないし。その先生がそのいいのいびきに気づかれたエピソードっていうのは非常に私印象に残ってるんですけども、弟子図空手で大山先生が自然関割の演舞をされる時に、後ろで見ていたら、こう静かに黒崎先生と2人でその後ろの方で見てて、
まあ、その極意っていうんですかね、それを悟ったあで他の方々は誰も知らなかったけども私と黒崎先生だけは知ってるっていう、そうね、それ気がついたね。なぜそんな小さな息だからその他のお弟子さんたちでも自然石割やられる方とかいますけども必ずものすごく午後のいびきじゃないですけど、思いっきりあーっと思いっきり出しながらパンといきますけども、実際その先生が自然石割やってる M なんかも静かに静かにポンってやられるっていうのは、その午後のいびきだと確かにその見た目はすごい迫力があるけども自分の体に対してマックスに筋肉の締め方がいってしまって余裕がないと、まあこれは自分の感覚、だから午後のいびきをしておいてその筋肉に覚えさせておいてそれでもっと小さないびきでそのなんていうかな100までいかないまあ560ぐらいの、筋肉の締め方で割るとあるいは叩くと、まあ、そんなふうに当時は自分なりに、感じたのかな。もともと山口剛元先生の方でもそのいびきをカーッてやってらっしゃるのがありますけれども、石橋先生ですとか、源先生なんかもやられてたんですか、いびきを。やってたけどねさほど大きいいびきはしてないね。それと組手でやりながらいびきを使うってこともしてなかったね。だから組手でいびきを使うっていうのは私が初めてかもしれない。でそれは巷での喧嘩の時にその相手が刃物を持った時に自分たちにこのいびきで相手を威圧しようということで使ってみたら見事に、まあ、使えた効力があったっていう。でこれもちょっと先生覚えてらっしゃるかどうかわからないですけど大山先生と安田先生が一度組手をしているのを見たこと